皆さんこんばんは。イービルメタルチャンネルへようこそ。今回の動画は、スラッシュメタルの偉大なバンド、メタリカとメガデス、どちらがすごいバンドなのかを、皆さんと一緒に語っていきたいと思います。正直、どちらもすごいバンドなので、優劣をつけることは不可能に近いので、バート別に、年代的、総合的、現在においてどちらがすごいのかを見ていきたいと思います。それと、こんなことはないと思いますが、メタリカとメガデスファンによる白熱したバトルが起きてしまうと困るので、先に伝えておきますが、どちらも偉大なバンドで、素晴らしいバンドに変わりはないです。私もどちらも好きですし、大好きだからこそ正直に語り合おうじゃないか、という動画となっていますので、どちらも偉大なバンドだということを大前提とした上で見ていただけると幸いです。このチャンネルでは、ロックとメタルを中心に、皆さんが楽しんでいただけるような情報をお届けしています。皆さんのメタルライフの一つになれるようなチャンネルを目指していますので、ヘビメタルを愛する人は、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、メタルの歴史を振り返っていきましょう。さて、今回の動画では、1981年から1989年までのメタリカとメガデスの歴史を振り返りながら、どちらがすごいバンドだったのかを見ていきましょう。メタリカは、1981年に結成されたスラッシュメタルバンドで、1982年の当時のメンバーは、バンド創設者であるラーズ・ウルリッヒ、男らしいのぶとい歌声とアグレッシブなギターリフを炸裂するジェームズ・ヘッドフィールド、色気あるルックスとは、裏腹に狂気的な存在感を放つデイブ・ムステイン、そしてメタリカの真骨頂である天才ベーシスト、クリフ・バートンといった、これ以上にない最強メンバーで構成されていました。今思うと、このメンバーっていろんな意味でヤバいですよね。一人一人個性ありすぎますし、一つにまとまれば良い音楽を作れそうですが、バンド内での揉め事や喧嘩が尽きない気がしますし、それをクリフ・バートンがウイスキーを飲みながら、あいつらまたやってるよ、と微笑みながら眺めてそうですよね。この時期のメタリカは、非常に攻撃的で、モーターヘッドの血を受け継いだアグレッシブなバンドといった印象で、ジェームズ・ヘッドフィールドとデイブ・ムステインが輝いていた時期かなと思います。実際、ファーストアルバムのキル・エム・オールでは、ムステインが作曲に関与した曲は4曲あり、アルバムがリリースされる前のライブでは、ムステインの若さあふれるパワーと狂気的な怒りが表現されています。この頃のムステインは、荒れに荒れていたのは、もちろんのこと勢いも凄まじく、俺たちは LA メタルのようなお化粧バンドとは違う。俺たちはメタリカだ。ロックスターなんてクソくらえ、と言い放ち、異端な存在を醸し出していました。このメンバーでのメタリカを、最初期メタリカと私は呼んでいるのですが、音楽性は攻撃的で荒々しく、これぞ、スラッシュメタル、新しい世代の若者がヘビメタルという世界にリスペクトを込めて殴り込みに来たといったイメージがあります。このメンバーでのメタリカは、神と言っても、過言ではないくらい気迫に満ちていたのですが、そんな神なバンドがいつまでも続くわけがありません。1983年、デイブ・ムステインの破天荒ぶりに手が負えなくなった彼らはムステインを解雇します。後任としてカーク・ハメットが加入し、新生メタリカはサンフランシスコへと拠点を移し、その名を馳せていきます。1983年においてのメタリカは、スラッシュメタル界の異端児的存在で、その荒々しさと攻撃性で、おそらく当時の若者を魅了していたと思います。この時点では、まだメガデスは誕生していないので、メタリカの鑑賞です。メタリカを解雇されたムステインは、その2ヶ月後、怒りと悲しみと憎しみを原動力に、メガデスを結成。メタリカを超えるバンドを作ることを目標に結成されたバンド、メガデスは、1985年に、ファーストアルバム、キリングイズマイビジネスをリリースし、
1986年には、ピースセルズ・バッド・フーズ・バイイングをリリースします。テクニカルで複雑なギターリフ、ムステインの怒りと悲しみに満ちた姿は、まるで、悲しみの王子、怒りの王子、仮面ライダーブラック RX を彷彿とさせます。心の中に眠るメタリカへの感情と、世の中に対しての怒りや疑問をぶつける政治的な歌詞により、狂気的なバンドであったメガデスは、インテレクチュアルスラッシュメタルと呼ばれるようになります。この頃のメガデスは、俺を見捨てた奴らを見返してやる、絶対にあいつらを許さない、といった怒りの感情と、ムステインの知性ある人間性が音楽に全て表現されています。ピースセルズは個人的にメガデスの最高傑作だと思っていて、このアルバムによりメガデスはメタリカと同じスタートラインに立つことができたのです。その頃メタリカは1984年にセカンドアルバムライド・ザ・ライトニング、1986にはサードアルバムマスター・オブ・パペッツをリリースします。この2枚のアルバムはクリフ・バートンが残したメタリカ屈指の超名盤で、いくら怒りと知性を持つムステインが立ち向かったとしても、これほどまでに作り込まれた唯一無二の音楽に勝つことなど不可能なのです。クリフが在籍していた80年代中期においてのメタリカは、スラッシュメタルやヘビメタルという枠を超え、世界的な音楽のアルバムとして評価されているので、メガデスは勝負することすらできない状態にあったと言えます。ピースセルズという超名盤を掲げたメガデスでしたが、メタリカにクリフ・バートンという天才ベーシストがいる限り、足元にも及ばない、対決することすら認められないといったのが現状で、80年代中期はメガデスの惨敗となります。ムステインとしては悔しいと思いますが、いくら熱狂的なメガデスファンであっても、この頃のメタリカの勝利は認めざるを得ないでしょう。しかし、メガデスに圧倒的な差を見せつけたメタリカでしたが、メタリカの命とも言えるクリフ・バートンが事故により突如死亡してしまいます。これにより、メタリカは瀕死状態となるのですが、新たなベーシスト、ジェイソン・ニュースデッドを迎え、1988年、アンド・ジャスティス・フォー・オールをリリースします。このアルバムには、メタリカの代名詞でもある、生と動を見事に表現した超名曲、ワンが収録されており、生前、クリフは彼らに曲の作り方を教えていたのです。収録されている曲自体は素晴らしく、非常に評価の高い作品だと思うのですが、この頃からラーズとジェームズの新人いじめが過激となり、それがアルバムにも影響し、本作品の評価を下げてしまう原因となってしまいます。同じくして、メガデスも1988年、サードアルバム、So Far So Good So Forwardをリリースし、このアルバムには、クリフ・バートンに捧げた名曲、In My Darkest Hour が収録されています。このアルバムも、個人的に大好きなアルバムで、前作にインパクトは欠けるものの、キャッチーさが増したことにより聴きやすくなっています。正直、メタリカの&ジャスティスよりも評価の高いアルバムといっても過言ではないくらいクオリティは高いと思っています。なのですが、&ジャスティスにはクリフ・バートンが彼らに教えたメタリカに残した本当の意味での最後の曲であろう超名曲、ワンが収録されています。クリフが亡くなったとはいえ、面影は残っているので、同じ土俵に立ったとはいえ、まだ、メガデスはメタリカに及ばないと言えます。よって、80年代後期においても、メタリカの圧勝となります。いかに、クリフの貢献度が大きかったのかがわかりますよね。そして、1990年代へと突入した彼らは、ここから大きく変わっていきます。80年代では、同じメンバーであり、同じスラッシュメタルバンドでありながら、90年代では別の道を進んでいくこととなるのです。次回の動画では、90年代以降のメタリカとメガデス、どちらが影響力を持ち、人気のバンドだったのか、そして私目線でどちらがすごいバンドだったのかを語っていきたいと思います。さて、
今回は80年代においてのメタリカとメガデス、どちらが偉大なバンドだったのかを語ってみました。やはり、クリフがいる以上、メタリカが最強のバンドであることは揺るがないですし、まだ、メガデスは発展途上といった印象が否めないです。ちなみに、皆さんは、80年代だけで見るとメタリカとメガデス、どちらが偉大だと思いますか？どちらも偉大であることは間違いないのですが、どちらかに絞って皆さんの意見を聞かせてください。それと実際、当時はどっちがメタルヘッズの間では人気だったのかも知りたいです。それでは皆さん、良いメタルライフを。